今回は、土壌水分センサーのエンドエフェクトになります。もうだいぶ前にですね、土壌水分センサーっていうのを買ってたんですけど、ちょっとねほっといたんで、ちょっとねそれを引っ張り出してきて作ってみました。こういうもんですね。キャパシティブソイルモイスチャーセンサーって書いてますけども、でバージョンがあってこれ 2.0 ってやつですね。まあ結構メジャーみたいでね、ネット上にいっぱいこれ使ってみましたみたいなのが載ってますんで、まあ興味ある方は検索してもらったらね出てきます。はい、でこれは、土壌水分センサーの中でも静電養老式というやつみたいで、まあ、原理はちょっとよく分かんないんですけど、こういうね基板みたいなこのセンサー部分を、こう突っ込めば水分量を測ってくれるみたいなね、そういうものみたいです。はい、でこれを、ちょっとプログラムを言いましてね、これ、M5 スティック C プラスというやつにね、こう表示できるようにしましてはい、でこれを後でちょっとね実際に、外に持ち出してやってみますけども、これ今ね値が出てますよね。4とか5とか出てますけどもはい、これはこの今センサーから上がってきた値を、ちょっと換算している値ですね。で本当はもっとでかい値なんですけども、ちょっと空気中で0に近くなって、で水に突っ込んだら100に近くなるというようなね、構成を行ってます。今空気中なので5ということですね。0とかにならないんでね、0付近だということになります。で試しにこう水ね入れてますので、水に突っ込んであげると、はい、こんな感じで、100ちょっと100超えたりしますけども、はい、こういう感じの値になるということですね。でこれ水から抜けばあと元のゼロ付近になるということになります。はい、ちょっとまだ水がついてるんでね、ゼロに行くのはなかなか時間かかりますけども、はい、でこれの入れ具合によってその中間値が出てくるんですね。はい、こういうものです。これで土壌の水分量があるということなので、これをロボットで動かしてね持ってって土壌に差し込めば水分量が見えるということですね。はい、でちなみにこちらの方がプログラムになりますが、まだ開発中なのでね、こう生のデータが上がってきたりしますが、はい、こういうプログラムですね。はい、それじゃあですね実際にやってみたいと思います。こちらですね。はい、でこれ M5 スティック C プラスは、バッテリーがちょっと内蔵されてるんでね、容量ちっちゃいですけど、少しだけならバッテリーで駆動できます。はい、じゃあちょっと入れてみます。はい、今はねマイナス1になってますね。差してないですからね。はい、でこれを刺しますね。よっと。はい、これで、どうなるかというと、はい、今75ぐらいになってますね。はい、なのでじゃあちゃんと測れてるのかなって感じです。ちょっと抜くとね、はい、マイナス1、ほぼゼロになってます。で入れると
はい、こんな感じで値が増えていくと。今度は61ぐらいですか。刺す場所なんで違うのかな。という感じですね。ちょっと乾いたところにやるとどうなるのかやってみましょうかね。乾いてるというか、はい、ですね、ここのセンサーの固定部分が甘くて、ちょっと硬いところに刺したらね、これ動いちゃったような、ちょっと測定がちょっとね、難しくなっちゃったんで、ここで終わりますけども、やりたいことは、ね、分かってもらえたかと思います。前回の草刈り機もそうなんですけど、こうやってね、交換可能なエンドエフェクトにしておいて、でこれをロボットで、ね、動かしてこう測定するってですね、こういうのは一応基本的な考えにあります。私が今作っているもので全てですね。でこうすることで何がいいかというと、例えば普通のねハウスなんかで測定センサーで測定しようとすると、1箇所だったりとかね、あとはその測定ポイントを数分センサーを用意する必要があるんですけど、これだとセンサー自体が移動するので、ドームごとに1個あればいいということになります。なのでこれなんかはすごく安いんでね、大したことないんですけど、高いセンサーなんかだとそんなにたくさん買えないですよね。はい、なので、コストダウンをしようっていうね、そういった意味もあります。はい、であとこうやって移動できてこうねやればいいわけ、測定すればいいわけですから、本当にもうどこでも測定できるわけですね。やろうと思えば本当にもう、数センチ単位ごとにこう測定して、ものすごい精密なデータを取ることもできます。はい、ということでね、精度を上げたり、その割にはコストダウンしたりというのはね、そういうのを狙ってます。はい、というのでね、こういったようなエンドエフェクトをこれからどんどん作っていきたいと思います。以上です。